うわ、なここなんか素敵やんけ。おお、丸いね、地球が。これは雄大だな。はい、グレットタワー港ミスター。じゃあ株島を後にします。最高やったね、マジで。ここ日本一周ツーリングで一番面白かったわ。よし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 。今までで一番やったね。近所にあればまた来たいな。奈良公園もね、こんな感じやね。なんか鹿がいっぱいいるから楽しめるみたいな。無害な動物を放すのはいいね。観光客を呼べる。なんかもともとは島やったのを人工的に埋め立てて陸と繋いだらしい。それによって繁殖地まで歩いていけるようになって、神社は何かわからんけど、鳥がね、海の小魚を捕まえて生活するみたいな。だから鳥が飛んでる場所は魚がいるっていうことで、漁師にとっては非常にありがたい鳥らしい。鳥って言って海猫っていう名前やけどね。で、なんか海沿いに定期的に小魚が落ちてるのは、あいつらが捕まえた鳥を飛んでる途中にミスって落としちゃってるからやって。よし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 。犬も歩けば棒に当たる的な感じやね。うちの犬もたまーに後ろ見ながら歩いて前の壁に当たったりするから。そんなミスすんねや犬がって思うから。はい。で、次がね、虻ヶ崎展望台的な、株島からバイクで3分ということで、すぐ近くにあるから展望台やから別になんてことないとは思うけど、一応見に行っとくかみたいな。八戸他にそんな見るもんないし、見れる限り見とかないと。でも株島は最高やったな。青森まで来ることなんかないからさ、もう多分一生来ないけど最高やったな、あれは。よし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 。海猫だらけやな、この辺は。おかげさまで面白かったね。展望台なんかさ、別にさ、どこ行っても変わらんからさ、海と大自然とみたいな感じでしょ。あれか、そんなものを見てどうすんねんっていう感じではあるけど、株島はね、想像以上に、うわ、なここなんか素敵やんけ。なにあれ、これがもう展望台でいいレベルやな。ちょっと気になるわ。ちょっとね、そんな見る気ないよ。すぐ戻るから。おお、丸いね、地球が。ふいふい。おお、丸いね、地球が。丸いな、地球が。何にもないわ。波がえぐいな。雄大やな、地球が。これあれやで、北海道入ったらもうずーっとこんなん、一生こんなんやで。耐えれるかな。でもなんかね、最近だいぶね、どうすんのこれみたいな絶望感に最近慣れてきたね、おかげさまで。やっぱね、人間の慣れっていうのは恐ろしいもんで、20日もね、家帰ってないと、19日も家帰ってないと、それが普通になってくんねんな。そういう意味では、俺も旅人っていう人種に近づいてきてるのかもしれないね。やばいよ。おい、すぐ隣かよ。さっきんとこでよかったやろ。一応見とくけどさ、さっきんとこで十分よかったな。何回乗り降りすんねん。はい、足毛崎展望台到着ということで、あれね、さっき歩いてたのがすぐそこやな。アホやな、急ぎすぎた。うわ、すげえな、波が。はい U の台やね、これは U の台やわ。この辺あれやな、当たり前やけど海沿いやからずっとこんなん続くんやな。はい、展望台到着。おお、丸いな。ゴミ捨ててあるわ。おお、すっげえな。これは雄大だな。向こうちょっと歩いて行ってみるか。ちょっと暑いな。はい、先端到着でございます。歩いたね。うわ、すごいな。波の動きがありありとつかめるね。足毛崎展望台終了ということで、いやー、ここまでいいよ。八戸いいよ。巻き返してるよ、だいぶ。ちょっと駅前で絶望したけどね、観光資源は豊かですね。次はね、八戸市内にあるグレットタワー港という展望台へ行きたいと思います。もう何回展望台行くねんっていう話ではあるけど、なんとね、グレットタワー港は360度ガラス張りなのに無料ということで、飛びつかざるを得ない。無料なんで行きます。もうそこ以外ないからね。で、その後発色センターでも行くか。発色センターは海鮮卸売市場みたいなやつや。はい、グレットタワー港到着。
すごいね、ガラス張りでこれが無料で入れんねや。素晴らしい。はい、グレットタワー港、そんなに高くはない。素晴らしい。無料これすごいね。階段かエレベーターか、あえて階段を選ぶタイプ。防犯カメラ設置しています。あっつやば、ここしんどい。結構高いわ。ごめん、ミスったな、判断を誤った。結構高い。すごいすごい。結構高いな、ミスったな。ミスったー。防犯カメラ多すぎ。はい、八戸市。すごいすごい。防犯カメラアピールがえぐいけど、何があった？やばい、一言も理解できない。日本語じゃないよな。ちょっと聞いてみるか。すいません、何語日本語ですか？今日本語でもね、この辺の言葉標準語じゃない。フランスの人かなって思った。混ぜがれんの。じゃあ日本語なんですね、一応。フランス語で混ぜがれんの。ちょっとね、津軽の方にまだまだ本当のフランス語なんだ。若い人はやっぱり普通の言葉になるんですよね。おばあさんとかね、おじいさんとね、なるほど。一緒に、ね、住んでる人とやっぱりね、できねんだよね。通じないって言いますもんね、若い人と。本物を聞けんでよかったです。日本語やった。信じられん。あれが本物の方言や。あれはね、でもね、方言っていうよりはね、もうなんか戦争中に使われる暗号文書とかそういうレベルやったね。ガチンコで理解できひん。大阪弁の甘っちょろさを思い知ったな。語尾にやんつけるだけで方言名乗ってんちゃうぞって話を。今の方言すごかったけど、九州の方はもっと訛りがすごいから、鹿児島弁とか本物はえぐいらしい。戦時中実際無線で会話するときに傍受されても理解されないようにがっつりと鹿児島弁使ってたっていうぐらい、普通の人にはもう全く理解できない言葉やから、あれはすごかったね。暗号文書やね。あれ聞けたのは価値あったね。で次は発色センターに行きたいなって思ってたんやけど、卸売市場っていうことを忘れていて、現在の時刻がですね14時55分なんですが、もうすでに営業が終了しているということで、残念ながらちょっと発色センターは行けずと。でも海鮮はね、正直これから腐るほど食べれるから、別に発色センターにそれほど名残惜しさは感じていない。でこれからね、まだちょっと青森行くには早いから、青森に行く前にまずね、十和田湖がいいって昨日教えてくれた人がいたから、十和田湖を見に行きます。その後に鏡沼っていうのが十和田湖の近くにあって、それも一応見に行きます。でそこまでの距離が1時間37分の81キロということで、すごいな。あれグレットタワー港や。あれがおっさん見えてるかな。手振ってるけど絶対気づいてないやろな。はい、終了。またねおっさん、ありがとう。だから十和田湖行って鏡沼行くっていう工程をたどっていきたいと思います。でその後青森市入りが、大体18時までには入れるでしょう。